12個入って、600円で81で私が86、56年、休みの日っていうのはもう本当ほとんど休まん。休むほど疲れんのよ。坂大変やけどな。夏帰りいるんや、ちょっと持って帰っているんだ。ありがとうございます。いいことはね、こう話ができることよね。今日美味しい言ってくれるんですよ、これが。これが一番嬉しいことですね。まだこっちを食べ送ってください。はい。ぜひ。目標100まで。生きとるつもり。私が名前が小田和馬さん。小田文子。今おいくつですか81。で私が86。私が60歳から始める。22年目、59で手で前に辞めたんよ。家内が高校生が通るけんたこ焼きやれや言うけん、それもいいだ言うてやりだしたんよ。これが20年前ですか。まだ若かったけどね、その当時は。大豆です。大豆をたこ焼きに入れるんですか。はい。この中にだし粉も入れて炊きます。だしが大豆にね染みるから。それをこれ火20分炊きます。でこれミキサーにこうやってかけるね。かけました。大豆の香りがするわけね。大豆が入っとるから美味しいやと。それがここにもない言うんでみんなが買いに来る。お水と隠し味がちょっと入っとるだけです。真似できんように一つだけ教えてあげる。これ塩麹を入れるんです。混ぜんとね、きれいに混ざらんですよ。きれいに混ざるわけね。これは山芋です。でこの中に今度は山芋をたっぷり入れて50個ぐらい。これ殻が入ったらいかんからね。美味しいですよ、この卵。これは昨日取れた卵。これをここに2杯2カップ牛乳入れます。低脂肪の牛乳です。でこれも米粉を入れる。米粉は 100g かけるだけ。これとこれをこの中へ入れます。きれいに混ざったでしょ。ね、これでしたら入れるんだけど。これ1本でどのくらい焼けるんですか？7パックぐらいかな。そしてこうやって混ぜな。これでもう焼くんですよ。これはお客さんが
土曜日にね憲法この私が前を教えようね。教えてるんですか？はい、そう批判なとこれ書いてくる。終焉という名前をつけたんはこれとこれで終焉になったんよ。お店の終焉っていうのは、お二人の名前を、一字ずつ取ったんです。画号よね、踊りの剣舞は剣の舞とか号よ。片野と扇と使ってね漢詩で舞うんですよ。川中島とかね。お二人とも総師範って書いてましたけど、いつからされてるんですか56年なのか。私も56年同じ。お二人出会って一緒にしそうだったかな、ちょっと覚えてない。肩のね抜いて切って収めるのにね早い人で3ヶ月かかる。水に収めるのね。全国で有名なんですよ。伊藤竹和先生がね教えてくれたんですよ。この看板も書いてこの先生が書いてくれた。これ貝柱。タコも貝柱も入れるんよ。珍しいですね。でこれをタコとこれ半分ずつ入れる。大きいやろ。これがタコ。ポン酢につけてます。ポン酢に味がついてる。でこれを入れます。タコ結構するんじゃないですか？半分に切ったら小さくなるけど面倒いやろ。お客さん喜ぶんよ、大きい方が。それでまず天かすです。キャベツはここらのキャベツね。作り方も全部20年前から。入れるもんはちょっと変わったけどね。素人からどこもなるほどに似てない。大体のことは私がしたんだけどね、細かい味はもう任しておけ。大豆使う提案は私がしたんです。じゃあ全部オリジナルなんですね。そうです。考えて考えて。お皿にねのせるのは余熱取るために。12個入って、 600円って最初は200円やったじゃん。大昔やけど。ミキサーかけて細かにしてるんだ。そうせなんだ大きいとかかるんでね。バレたらいかんやろ、学校の帰りに。
今12個で600円じゃないですか、儲けで言ったらまずないね。やめろかやったらお客さんがボケ防止だけやれ言うてね。食えなかったら朝からお酒飲む。朝は何時頃からいつもされてるんですか？別に日々時間決めてない。から7時半までは開けとる。家にいる間はずっと開けてるみたいな感じです。ずっと家におる、病院行かん限りは。これをね、これを貼っていく。休みの日っていうのはもう本当ほとんど休まん。休むほど疲れんのよ。毎日が昼寝よ。はい、もう半分入れたら美味しいけど。じゃあ3つですね。12個ってめっちゃ入ってます。ほうほう。貝がね、美味しそう。これ美味しいんよ。貝好きです。マヨネーズかけてかまんね。はい。夏カリいるんやったら持って帰って。そこに夏缶いるんやったら。いるんだったら。いる？いります。でっか。ありがとうございます。その夏缶はゆず酒になったもんで書いてもらう。いらんの。庭に膝なってる。お客さんにプレゼントでプレゼント。子供はチョコレートあちょっとスイカもかんけどね。みんな美味しいって言ってるもん。化学肥料つけてないし。おお。はい、どうぞ。600円ね。はい、いただきます。げる。ありがとうございました。高校の通学路でさ、家が近いんでたこ焼きの気分で来ました。夜になったらこのネオンがバーッとつくには太陽光までこの真っ暗の中に夜はじゃあこうやって高校生が通るきんな若い子の友達がいっぱいいる。そうですか。高校生とかな20代30代40代どうして仲良くなったか言ったらテストを見てあげるんでたこ焼き屋さんなのに当たる当たる言ってみんながね。評判になってね評若い判になって子が来だす。これ旦那がね買うてきたんよ。ちいと言わないと行くまい言うて。たった100円しかもらわんねんけどね。なんか気楽に来るんよ。それでお友達ができた。いまだに付き合いよるきね。4連で焼きよった。昔はね。そんぐらいお客さんおったおった。じゃあも年前は珍しかったんよ。ここらにお店ができるのが珍しかった。う大きなこの道路が近くにあるじゃないですか、あの道路がね、今複線でしょ。あれが単線やったんですよ。結ばるけここ通りよったんですよ。はい。そしたらみんな帰りよったけど、もうここ通られなくて。
あの坂大変やけどな。食べてください。お土産もらいました。院長先生から。お兄ちゃんにもあげて言うて、これ院長先生が大好きでいつも買うてくるよ。私もビール大好きやけ、1本だけあげるな、2本もくれたけ。お二人ご出身は？うちの金谷そこ。私は松山のね、富士の本町店消防車生まれたとこですわ。戦争経験しとるけんね。被害があったところというか。そうで、焼け出されてしまってからも苦しい生活してたんですよ。ものすごくもう食べ物がないんでね、小学校上がる前だったけん焼け出されて石橋の下でねじーっと我慢して、それではうちのところに逃げたんや。今言えたら花火がダーッと落ちるでしょ。子供の折が綺麗なと思って見よったぐらいよ。だけど落ちたら先がバーッと焼けるけんね、それから恐ろしいがあるけどね、中学出てで地方校に入って、そこで近所のおじさんおっさんが私のことを大事にしてくれてね、家族と何も食べさせてもらって、でどうにかやってこられたんです。いくつまで過ごされたんですか？結婚するまで見合いの話があって、で家内と見合いして。何個焼く？それパックください。貝を入れたら美味しいですよ。本当ですか？それ何番？値段同じ。12個同じ。入り。入れとってください。ご飯頃来ます。はい。はい、すいません。はい、お待ちしております。半ごろみたいな。食べたかったけん。なんかどっかないかな思って調べたら出てきたけん。こんなとこにまさかないよね思ったらあったけん。もう22年になるんですよ。そんなに？松山やけんこの辺あんまり土地勘ないんでね。まだこっちの種を取ってくださはい。ぜひ。食べてみますほんなら。ありがとうございます。ミキサーにかけた花がつお細かいです。マヨネーズかけます。ここで食べる人はお皿に。お皿で食べる。熱い食べたい言うてね。ありがとうございます。お二人は一緒になられたのはいくつぐらいの時ですか？28やったね。56年。秘訣というか。剣士舞踊の世界に入った時にその宗家が家出る時は一緒でもいいけど、その会場へ入る時はもうパッと分かれ言うたんよ。
行きしと帰りだけ一緒、あとは全部別。外では別々、ね、スーパーの買い物も別々だとのパッと自分の好きなとこにパッパッとでレジのとこで一緒になる。レジのとこ来たら横ちょっと来てポンと入れる。ちょうどいい距離感ですね。たこ焼き屋さんを始めて今もう22年目に、はいいいことはね、こう話ができることよね。今日美味しい言ってくれるんですよ、これが一番嬉しいことですね。これもお客さんがしてくれたんや。お客さんが作ってくれたんや。お店はずっとこれからも続けて、やれるだけはね、目標100まで生きとるつもり。生きとるつもりない。いや頑張ってください。今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。お疲れ様でした。